電源は入るのに画面が映らない PSP2000。電源は入るので基板側の不良を疑います。さらに丸ボタンを不調のため修理していきましょう。メルカリで動作未確認で購入した PSP2000。まずは動作確認しましょう。ウィンシールがないので分解歴がありますね。スイッチオン。何も表示されません。何も表示されない場合は液晶がおかしいか基板がおかしいかのどちらかです。原因の切り分けをしつつ対応策を考えましょう。分解していきます。液晶が外せたので液晶に異常がないか確認してみましょう。こちらは今回の PSP とは別の基板に電源スイッチと電源コネクタをつけたものです。液晶の場合はこれだけで状況の確認ができます。液晶を接続します。スイッチオン。スピーカーはないので音は出ません。液晶に異常はありませんでした。原因は基板側です。基板を外します。ホームバーを外します。UMD ドライブのケーブルを外します。十字キーのフレキを抜いてネジを外します。電源スイッチのネジを外します。LR ボタンを外します。丸ボタンのフレキを抜きます。電源コネクタを抜きます。スピーカーを外します。無線 LAN のコネクタを抜きます。十字キーのパーツを外せば基板が外せます。L ボタン部分を剥がして十字キーパーツは外しています。白いパーツは爪を広げながら動画のように取り外しましょう。無理すると爪が折れます。バネを外します。UMD ドライブカバーはテコの原理で外します。力加減を間違えると本体が折れますので注意。UMD ドライブが外れました。今回分解時に丸ボタンのゴム破れが見つかりました。タクトスイッチに交換して操作感を確認してみましょう。PSP 用のタクトスイッチは1000、2000、3000用があります。アリエクスプレスで購入できます。1000と3000のタクトスイッチ動画は概要欄にリンクを貼っておきます。十字キーのパーツを外します。ボタンのフレキは両面テープで貼り付いているので、プラスチックのヘラがあると便利です。十字キーのフレキを剥がして取り外します。ケーブルの向きを確認しておきます。
折り曲げる部分をよく見ておきましょう。両面テープで貼り付けていきます。L ボタンは後で剥がします。向きに注意して貼り付けましょう。ガイド穴を基準にすればきっちり貼り付けられます。ガイド穴は2箇所あります。差し込み部分は折り曲げる必要があります。十字キーパーツはこれで完了です。ボタン側のタクトスイッチもケーブルを曲げる必要があります。折り曲げる部分をよく見ておきましょう。両面テープで貼り付けていきます。R ボタンは後で剥がします。ガイド穴を利用しましょう。折り曲げる部分は基板を取り付けてから決めます。R ボタンを貼り付けます。電源スイッチを取り付けましょう。PSP2000 は電源スイッチをネジ止めします。動画ではこのパーツを付け忘れています。気をつけましょう。液晶の動作確認でも使用した基板に交換します。左下部分をしっかり押さえてオーディオパーツにはめ込みます。無線 LAN のコネクタを取り付けます。電源のコネクタを差し込みます。ボタンのフレキは折り曲げる位置を確認しながら差し込みます。十字キーパーツを取り付けます。フレキを差し込みます。PSP2000 の十字キーパーツはネジ止めします。L ボタンを貼り付けます。付属する厚みのあるスポンジのようなシールは大きさを整えて LR ボタンに貼ります。貼り付け位置は動画を参考にしてください。こちらのクッションシールは LR ボタンのくぼみ部分に貼ります。精度の良い精密ピンセットを使うと作業がしやすいです。
クッションシールはタクトスイッチを押すように位置調整しましょう。R ボタンを取り付けて L ボタンも同様に処理します。残りのクッションシールを各ボタンの頂点に貼っていきます。メンテナンスした UMD ドライブを取り付けます。ケーブルを表側に出すのを忘れないようにしましょう。メンテナンス方法の動画は概要欄にリンクを貼っておきます。UMD ドライブのカバーは先に金具を通してから取り付けます。UMD ドライブを押さえるバネは動画のように取り付けます。左親指でバネを押さえつつ、右手のドライバーで押し込みます。スピーカーは爪で引っかかっているだけです。ホームバーを取り付けます。液晶パネルを固定する部品を取り付けます。液晶パネルを取り付けます。丸ボタンのゴムが破れていますが、そのまま取り付けましょう。タクトスイッチに取り替えるとゴム破れが関係なくなります。ネジ止めして組み立てていきます。余談ですが、私はここでネジを入れ替えています。本体の下のネジと封印シールの下のネジを入れ替えることが多いです。封印シールの下のネジはピカピカです。組み立てが完了しました。タクトスイッチはカチカチしていて固めの押し心地です。純正のボタンとは全く違いますが、これはこれで操作に問題はありません。操作は問題ありませんが、ボタンが固めなので格闘ゲームには不向きです。ボタン同士が独立しているので、十字キーのコマンドが入りにくいです。
今回は電源が入らない PSP2000 の基板交換とタクトスイッチ交換を行いました。丸ボタンのゴムが破れて困っている人は参考にしてください。このチャンネル PSP イズムでは PSP の分解、修理、改造など実機に触れる動画を投稿しています。気に入っていただけましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。